パイロットの皆様、こんばんは。本日もご視聴いただきありがとうございます。バトオペ2のプロデューサーを担当しているバンダイナムコエンターテインメントの平石です。パイロットの皆様、こんばんは。本日もご視聴いただきありがとうございます。プレイステーション版バトオペ2のディレクターを担当している BB スタジオの中川です。本日は現在開催中の冬祭りキャンペーンについてと12月12日に実装予定の新機体についての2点をお知らせいたします。まずは先日12月5日より開催中のバトオペ冬祭り2024について簡単におさらいさせていただきます。12月5日から1月1日までのキャンペーン期間にて毎週10連無料キャンペーンを実施中となります。合計で最大40回分要請可能となり、毎週星2以上 MS2 機と星3以上 MS1 機が確定となるので、ぜひ忘れずに要請してください。続いて4週にわたって行われるステップアップ抽選配給です。現在開催中のステップアップ抽選配給では、厳選した星4機体5機の中から1機がランダムで確定入手可能となっています。星4機体の中にはフルアーマーユニコーンガンダムも含まれているので、非常にお得な抽選配給となっています。また12月12日から開催される第2弾の内容は、この後に紹介する新機体が確定で手に入る内容となっています。その詳細は後ほど説明させていただきます。続いて冬祭りキャンペーン開催に合わせてリサイクルチケット交換所に追加された物資についてご紹介します。今回は星4機体ガンダムデルタ界レベル1とカスタムパーツオーバーチューン射撃レベル1の2つがリサイクル窓口に追加されています。期間中は毎日窓口に並ぶので、この機会に忘れずに交換してみてください。さらに12月12日のアップデート後より新たに星4機体を DP 交換窓口に追加します。ムーンガンダムレベル1、ダグドールレベル1、ザク4イリアパズム機レベル1、強化型ダブルゼータガンダムレベル1、バイアランカスタムレベル3の5機体となります。まだ入手していない方はぜひ交換してみてください。そして今回のキャンペーン開催に合わせてリサイクルチケット交換窓口および DP 交換窓口にて交換できる一部物資の交換条件を緩和しているので、ぜひ確認してみてください。なお、本キャンペーン終了後も交換条件は緩和したままとなるのでご安心ください。次に紹介するのは毎週開催中の期間限定任務についてです。現在は新たに開放されたリガジルドレベル2が入手できるので、ぜひ達成を目指して出撃してください。また12月12日からは任務内容が更新され、ガザ G レベル2が入手できますので、楽しみにお待ちください。さらにすでに受け取ったパイロットの方もいるかと思いますが、12月5日から1月1日までのキャンペーン期間中にログインしていただくとユニコーンガンダムがもらえます。他にも新兵&復帰兵歓迎キャンペーンも開催中なので、初めてプレイするパイロットの方や最近プレイしていなかったパイロットの方もこの機会にぜひログインしてみてください。以上がキャンペーンについてのおさらいでした。今後の更新内容については毎週のアップデートを楽しみにお待ちください。パイロットの皆様、お待たせしました。12月12日のアップデートで追加される新機体について、今回も特別な映像をご用意したので、こちらをご覧ください。どうぞ。マシンは増幅しているだけ。人の心に反応するシステムを持っている。だからクシャトリア出る。
NZ トリプル6クシャトリア・リペアード。大破したクシャトリアを連邦軍のパーツを使用し現地回収した機体。メガ粒子砲など本来搭載していた兵装に加え、ビームジャベリンやシュトゥルムファウストの追加により火力の向上を実現。特に実弾兵装となった改造ファンネルはサイコフレームの装甲をも砕く威力を持つ。諦めることなく、囚われることなく、望みを持ち続ければチャンスは必ず来る。その時は迷わず心に従え。機動戦士ガンダムバトルオペレーション2。どんな絶望の中にも希望は生まれる。12月12日のアップデートより、機動戦士ガンダムユニコーンからクシャトリアリペアードが実装されます。本機は大破し補修されていたクシャトリアをネールアーガマの艦内において予備パーツ類を使用し現地回収を行った機体となります。クシャトリアリペアードは地上宇宙両用コスト700の汎用機として参戦します。兵装面についてはクシャトリアにおいても使用していた各種ビーム兵装や胸部マシンキャノンのほか、改修により追加された3連装シュトゥルムファウストや後のファンネルミサイルの先駆けともいえる改造ファンネルが追加されており、元の機体にも劣らない高い射撃火力を発揮することが可能となっています。さらに左腕にはユニコーンガンダム用のオプション兵装であった左腕部ハイパービームジャベリンが接合されており、近接戦においても高い性能を発揮することが可能です。本機は特徴的なスキルとしてサイコフレームの光レベル1と高性能カウンタープログラムレベル3を所有しております。サイコフレームの光レベル1については、磁気が撃破された時に範囲内にいる自軍に対して機体 HP を一定割合回復し、各部位の HP と状態異常を全回復することができます。加えて対象機体の NTD 系スキルが発動可能な状態となり、すでに NTD 状態の機体の場合は覚醒までの時間を短縮することが可能となっています。ぜひスキル効果が最大限発揮できるよう、味方と可能な限り行動を合わせてみてください。続いて高性能カウンタープログラムレベル3の性能となります。こちらについては従来の高性能カウンタープログラムの効果に加え、特殊カウンターにてダメージを与える際に敵機の対格闘補正を一部無効化することができるため、積極的に特殊カウンターによる大ダメージを狙ってみてください。そして先ほどお伝えした通り、12月12日より開催されるステップアップ抽選配給のステップ7を要請すると、クシャトリアリペアードを確定で入手することができるので、ぜひ獲得してみてください。今回のクシャトリアリペアード実装に合わせて、12月12日より VR オペレーターマリーダ付きトークンパックをプレイステーションストアにて販売します。こちらはトークン53個と VR オペレーターマリーダがついたセットとなります。この機会にぜひ購入を検討してみてください。6周年に販売させていただいた VR オペレーターマフティ付きトークンパックが大変好評だったこともあり、今後も定期的に VR オペレーターがついたトークンパックを販売予定です。どんなキャラクターが VR オペレーターとして実装されるのか予想しながらお待ちください。また、12月12日にバトルシミュレーターの更新を行います。更新内容としては、クシャトリアリペアードに試乗し、ネオジェオン軍の機体やバンシーノルンとの戦闘が楽しめるトライアル、ジョニー・ライデンの機関をイメージした多数のモビルスーツを素早く撃墜するサバイバル、クイーン・マンサ・アンネローゼ機と
アルパアジールのボス2体と連続して戦うボスを予定しています。クリア報酬も再び入手可能になっているので、報酬獲得を目標にクリアタイムの更新を目指してみてください。さらに今年も Amazon にてプレイステーションストアチケットを購入すると先行入手機体やアバターアイテムが特典としてついてくるキャンペーンを実施予定です。今回は先行入手機体としてシャア専用ズゴックレベル1、アバターアイテムは野戦服 PMU04 と野戦ヘルメットゴーグル04が特典となっています。シャア専用ズゴックレベル1はコスト350、地上専用の汎用機として実装する予定です。キャンペーン開催期間は2024年12月12日から2025年1月16日までとなります。特典の入手については特定のサイトからのストアチケット購入が必要となりますので、間違いのないようお気をつけください。この機会にぜひストアチケットを購入して機体を入手してみてください。以上が新機体に関する情報でした。実装を楽しみにお待ちください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。中川さんから最後に一言、パイロットの皆様へお願いいたします。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。自分から開発ビデオレターをお届けするのも今回で3回目となりました。ここまで続けることができたのはパイロットの皆様からのご協力があってのことです。これからも継続して皆様に情報をお届けできるように精進してまいります。今年も残りわずかですが、引き続き機動戦士ガンダムバトルオペレーション2をお楽しみください。本日はありがとうございました。さらに今回も開発ビデオレター公開を記念してこの放送が終了して準備ができ次第、本日から12月12日4時59分までの3日間1日1回無料で要請できる抽選配給を実施いたします。今回は12月12日のアップデート後より新たに DP 交換窓口に追加される星4機体の5機の中から1機確定で入手ができます。ぜひ毎日ログインして要請してください。中川さんありがとうございます。今回のビデオレター抽選配給では最大3機の星4機体を入手することができるので、パイロットの皆様も忘れずにログインして入手してみてください。私からも挨拶をさせていただきます。本日もご視聴いただきありがとうございます。今年の開発ビデオレターは年末にもう1本公開を予定していますので、続報をお待ちください。それまでは引き続き冬のバトオペ祭り2024をお楽しみください。それではパイロットの皆様、ありがとうございました。さようなら。